チュンチュンに怒られてしまっているサミーさん。一体、どうしてこうなってしまったのか。時は遡ること2016年。これは、とある舞姫の物語である。2016年2月、ファッションシスターズは現行6名に加え、新人6名の加入が発表されました。半分を新人にするなんて、随分思い切ったな。その新人の中に、彼女はいました。ダンス歴20年。台湾唯一のブロードウェイ、台湾舞場出身。バスケチア経験あり。メジャー1年目1浪レベルの即戦力。今後の台湾チア界を大きく変えることになる。そう、彼女こそが、チアリーダーを夢見る多くの女の子を諦めさせた女、サミー。あんなに綺麗でダンスできないとチアになれないなんて、絶対無理だよ。それイメージ悪いよ。Ni senjuaro kanen sangatsu。さあ、新生ファッションシスターズ、始動です。新人組は、まだ動く硬いな。そんな中に一人、プロが混じってます。これは何してるんだ？ピッチャーが投げるの待ってるんです。三振です。これ、三振の曲だったのか。ここで一般人代表、チュンチュン選手と比較してください。胸の動きが全然違うな。続いてこちらの、胸元にご注目ください。ロケットオパオパしよう。違います。オパオパしよう。違います。オパオパオパ。違うっつってんだろ。なんだよ、胸元に注目しろって言ったじゃない。胸は大きく動いていますが、人間のあばらはあまり前後しないんです。じゃあ、どうしてこんなに前後に動くんだ？ここです。あ、腰もめっちゃ動いてる。胸の動きは腰で行われているのです。そして腰が動けば、お尻も動きますよね。つまり、全身を使わないと、こんなに胸を前後できないんだな。体の一部を動かすため全身を使い、それを笑顔でできるのがプロなのです。ちょっと分かった気がするぜ。こちらは座ったバージョンです。座ってると腰が動かせないから、胸も動いてないな。サミーさんといえば、左右のキレもいいけど、これも腰が重要なのか？いいえ、骨盤は前後に動いても、左右には曲がりません。じゃあ、横のキレはどうしてるんだ？横のキレを生み出しているのは、股関節です。サミーさんの一つ一つの動きが美しいのは、一部の動きのために、全身を稼働させてるからなのです。一般人が真似すると、怪我するから、注意してくれだぜ。ここで、チュンチュンも見てみましょう。チュンチュン、結構腰動いてるな。チュンチュンは股関節の可動域が広いんです。これは天性のものですね。暗算型だな。この才能が、後のダンス向上につながるわけですね。スタンド使いがスタンド使いに惹かれるように、チュンチュンも秘められた才能があったから、ダンスに興味持ったのかな。この日のサミーさんは、球場外で、ショーガールのお仕事です。なんか亀仙人が見てそうな映像だな。チア新人なのに、チア以外の仕事もしてるのか？ショーガールについては以前からしていますから。たくさんダンスを覚えなきゃいけない時期に別の仕事のダンスもしてるなんてすごいな。Shigatsu。相手が打つときに、せいやって叫ぶのか。慶応の応援が可愛く見えるぜ。これがプロの世界です。だんだん速くなってきた。投手は至ってマイペースだな。
フォアボールです。あんだけ引っ張って。4月には新人王決定投票が行われ、サミーさんとチュンチュンが同率で新人王に輝きました。チュンチュンは大学時代からの知名度で、サミーさんはスタイルとダンスが評価されたんだな。中心兄弟、グッズ売り場のイベントです。チュンチュン、昔から可愛いな。サミーさんってスタイルの割に幼い顔立ちだよな。ギャップ萌えですね。こちらの中条舞はアムラーの歌です。アムラー？アムラーの歌だ。サミーさんがいると全体レベルが一気に上がって見えるな。 FPS でも上手い人が一人いるだけで勝てたりしますからね。中心兄弟始球式に稲村亜美登場です。稲村亜美って台湾でも始球式してたのか。どうも稲村亜美です。日本から来ました。今日はよろしくお願いします。他觉得很光荣，也很谢谢中信球团。ちなみに始球式といっても打つ方です。稲村亜美はバッティング評価されてるからな。そして見事な三遊間を放ちます。始球式って打っていいのか？次の日、今度は投球を披露します。稲村亜美は投球も評価されてるからな。102キロ。104，凭着他生涯最快的球速。あそこにサミーさんやチュンチュンいるぞ。ハイタッチした。チュンチュンやサミーさんと最初に共演した日本人は稲村亜美ということになりますね。さて、こちらは9日の中条舞です。アメリカンな曲だな。あっちでチュンチュンも頑張ってるな。ここからテンポが速くなります。チュンチュン、大丈夫か？便宜上この歌を、ワットミリタリ追求権とします。勝手にするなよ。Rokugatsu. こういう何気なく会話してるとこっていいよな。学校で好きな人を眺めてる気持ちになります。
サミーさんの本領、終場前です。アムラーだな。アムラーですね。ここ、隣のドヤさんと目を合わせるとこ、いいですね。ドヤさんって、どんな人なんだ？サミーさんの先輩であり、親友です。ファッションシスターズの前から親交があったのか？チアリーダーはチュンチュンのような例外を除き、ダンスエキスパートしかなれません。そのダンス経験をどこで積むかといえば、各地のショーガールです。ショーガールは現役チア、ダンスチーム、それらの卵が経験を積む場にもなっています。台湾はどこに行ってもショーガールがいるからな。こちらは現在から10年前、2014年のサミーさんの映像です。ほんと、こういうのよく見つけるな。この日の動画は、いろんなカメラマンがアップしてるんですよ。それだけ会場のカメラマンを魅了したんだな。そして同じ会場には、ドヤさんも出演しています。こういう場所で出会って、友達になったのかもしれないな。こちらは選手サイン会での、会場前です。代表2人のうち1人は、やはりサミーさんか。ダンススキルはチーム内でもトップと評価されてるんでしょうね。アムラー全開だぜ。再一次最热情掌声给我们 Passion Sisters！ 再一次谢谢他的各歌劲舞表演。6月後半の会場前です。日本の曲だな。サミーさんってスカートの動きとかまで綺麗だよな。どうしてもサミーさんに目がいっちゃうぜ。それが、そうでもないですよ。チュンチュンが妙な動きを始めたぞ。やりたいことはわかるんですけどね。サミーさんが動き出すと、おおって感じで、チュンチュンが動き出すと、って感じだな。
きは8人でしたが、今回は12人です。人数増えると迫力が増すな。そして、妙な動きが増殖してる。お仕事は会場前だけではありませんよ。綺麗だな。女神と言われるのもうなずけるぜ。今の笑顔、やばいな。ところでこれ、何のダンスだ？守備につくまでの空き時間のダンスでは？空き時間にこんなの見れるなんて、贅沢だぜ。谢谢，拜拜，See you，Bonjour，Bonsoir。珍しく、デコ出しのチュンチュンです。新曲か。こっちの類にはサミーさんいないな。やばい、グダグダだぞ。なんでチュンチュンを真ん中に置いたんだ。早く上達するには、前面に押し出す必要もある。のかも。しかし、最後の最後で、キキさんが間違えてしゃがんでしまいます。とっても恥ずかしそうだけど、一番間違えてるのチュンチュンだぞ。しかしチュンチュン、ミスなどしていないかのような表情です。では、サミーさん側を見てみましょう。レベルが違うな。同じチームとは思えないぜ。しかし、実はこれが、後々問題になってくるのです。どんな問題だ？まあ、それは伏線として、おいおい見ていきましょう。わかったぜ。こちらはパッションシスターズで、打撃王決定戦を行っています。チュンチュン選手、気合十分です。女の子にしては筋がいいな。耶，君君也蛮厉害的哦。剩2球，目前成绩是7颗，目前的第1名呢。最後1球，君君加油。8颗。続いてサミー選手です。あのサミーさんなら絶対うまいだろ。打つっていうか、切ってるな。運動神経だけで当ててる感じですね。一応、バットに当てた回数はチュンチュンと同じです。ダンスがプロだからって、打撃ができるわけじゃないんだな。バット持ってる姿はモデルなのにな。続いて投球王決定戦です。チュンチュン選手、どうぞ。ワンバンはありなのか。裏技発見しちゃいました。
続いてサミーさんです。あのサミーさんなら絶対うまいだろ。ダンスがプロだからって投球ができるわけじゃないんだな。裏技使わない分、チュンチュンより真面目ですが、スコアはブービー賞の20点となりました。試合のない日は、場外案件のお仕事です。ウイスキーの企業のイベントだな。この時は、メンバーもガチダンサーです。様になってますね。何度も言っちゃうけど、チアの仕事をこなしながら、合間にこんな難しいダンスも覚えてるんだよな。チュンチュンはチアのダンスもままなりませんが、サミーさんは余裕の兼用です。40機のモビル道具。余裕だな。次の日です。髪型が変わったが、では、別角度からも。別角度から見る意味あったか？チュンチュンが1分1秒も愛しい女ならば、サミーさんは、一瞬を何度も見たい女なんです。うまいこと言ってごまかしたな。こちらは昨日の、映りがいいシーンです。急にかっこよくなった。この可愛いらしい人が、こんなにかっこよく踊ってるんですよ。改めて考えると、すごいことだよね。終場前です。新曲か？案件しててもチアのダンスに抜かりないな。向こうから2番目がチュンチュン。Hachigatsu。通称、ナイスプレイ前です。この
何気なく全身を使った胸の動き、私でなきゃ見逃しちゃうね。説明してなきゃ見逃してましたよね。日表 TV 收看中华职棒27年的例行赛，今天8月14号，在台中的洲际棒球场，等一下就要来进行的是一日双雄赛的第一场比赛。赛前先来欣赏一下啦啦队的一个舞蹈表演。こちらの会場前で特筆すべき点は、ここでしょうか。足がまっすぐ旋回してて綺麗だな。これも、普通は股関節だけで回すところを、腰を入れているからできるのです。けど、サミーさんしかできない技術を使うと、周りはできないんだよな。いつもの中場前です。サミーさんとゾヤさんは息が合ってるな。しかし、あ、フォーメーションチェンジ間違えた。サミーさんについていくだけで、いっぱいいっぱいになってしまうのです。中場前のダンスが変わりました。ポップな曲だと、踊ってて楽しそうだな。かなり高度なダンスですけど、サミーさんにはちょうどという感じですね。てかこの球場、観客席と近いよな。サミーさんのダンスを目の前で見れるなんて、贅沢すぎです。その価値に気づいていた人は、当時いたのかな。ところで、中場前って、いつ踊るものなんだ？多分、5回表と裏の間ですね。また中場前のダンスが変わりました。もう変わったのか。日本のキツネダンスなんて1年くらい踊り続けるのにな。台湾チアのダンス変更は、スパンが鬼ですからね。8月30日の会場前です。そしてこれこそ、通称、サミーロードです。サミーロード。そりゃあ、こんな腰の切れされちゃ、道を開けるしかないぜ。通常の3倍は切れてます。
今日の中将米は、先ほどのポップな曲で、チュンチュンも同じ類です。来たぜ。ゆるりと。しかしチュンチュン、すぐフレームアウト。この速いテンポで、ちゃんと踊れてるのかな。あ、チュンチュン来た、チュンチュン来た。しかしチュンチュン、すぐフレームアウト。ちゃんと踊れてるか気になるな。Kugatsu. こちらはチュンチュンも映ってますよ。どこだどこだ。あ、いた。おう、頑張ってる頑張ってる。プロダンサーと素人が並んでダンスしてるチームなんて世界でもここだけだろうな。チュンチュン選手、ここでフェイントを仕掛けます。サミーさん、全く釣られてないの、ウケるな。逆に隣がサミーさんじゃなかったら、チュンチュン間違えて立ってたかも。こちらは新聞社によるバスケのエキシビジョンで、ファッションシスターズ対ユニガールズで試合が行われます。サミーさんのシュートです。ほとんど片手でぶん投げてる。女の子で片手のロングシュートは、なかなかできませんよ。あっと、サミーさん、大丈夫でしょうか？チュンチュンはタイムアウト中でも大御所感ある。今日のダンスはしっかり練習してきたので、自信に溢れてるのですよ。確かに今日はうまいな。一番前に来てもこれもんですよ。おう、前にお手本いなくてもバッチリだな。今日はチュンチュンを見直したぜ。
終場前の復活です。以前のダンスもちゃんと覚えてないといけないのか。ドヤさん、今度はフォーメーションチェンジをミスらなかったな。妙な動きも良くなってる。カメラワークも完璧です。踊る方も撮る方も成長してるな。例のポップな曲、今度はチュンチュンが映ってます。おう、意外とちゃんと踊れてるじゃないか。しかし、やっぱりチュンチュンは落ち着くってくれるな。オパオパ仕様のプロトタイプです。この日は昼の試合です。もっとサミーさん中心に見たいな。この頃はまだ、全体を取る人が多いですからね。8月と9月は曲をローテーションして、新曲はないんだな。このローテには理由があるんです。なんだぜ。Jujutsu。10月1日に披露する、セカンド分曲、美しき執着の特訓をしていたからです。そうか、この曲、2曲分くらいの労力かけて練習してたんだな。チュンチュンの完成度を見れば、練習量は一目瞭然ですからね。
出ました。推奨版動画です。推奨版？推しメンだけを追跡した動画のことです。ついに、サミーさんのダンスを逃さず見たい勢が現れたんだな。ちなみに、美しき執着が披露されたのは、この日の終わりです。試合が終わって着替えて、それから美しき執着を初披露したのか。そうです。しかも、PV 一発撮りです。ヘトヘトの状態で初披露と PV 一発撮りを兼ねるなんて、本当に大変だな。これだけ大変なことをして、ようやく少しずつ、世間から認められていくんだな。この頑張りが、後の躍進のターニングポイントですから。ところで、美しき執着がセカンド分曲なら、最初はなんだ？この、ポポンポンポンの歌です。これか。現在まで、8曲出ていますが、すべてわかる人はかなりマニアです。私は全部知ってるぜ。では問題です。ファッションシスターズがお台場に来日した際、最初に披露された曲は？ 2020 年軍曲、ファッションシスターズ。10月6日の会場前です。やっぱり遠目でも、サミーさんに目が行くな。こういう場面も、サミーさんが動くと、一気に華やかになります。橋に行くと橋ばっかり見ちゃうぜ。アップテンポになると、もはや人間の動きじゃないですよ。カモシカのような足が躍動しています。女神の称号は伊達じゃないぜ。終場前は追奨版です。これ、私の中でもお気に入りトップ5に入るやつだ。ここ、待ってる時は集中し、踊り出すと満面の笑顔です。切り替わりすごいな。推奨版だと、こういうところも見れていいな。サミーさんの場合、こういう T シャツとショートパンツのような、シンプルな格好が、美しく見えますね。20年磨き上げた体とスキルに、飾りはいらないんだぜ。この曲については通しで見ていきましょう。
素晴らしかったね。次の日、ついにサミーさん以外、ひざまずいちゃったよ。そりゃそうですよ。サミーさん以外全員のダンス歴を足しても、サミーさんのダンス歴に届かないですから。そんな、世界とアメリカの軍事力みたいな開きがあるのか。ちょっとそれは言い過ぎましたけど。適当言うなよ。でも、1年生だけど、ダンスはサミーさんの方が先輩なんだよな。後輩にこんな子入ってきたら、私だったら立つせないよ。サミーさんより先輩で、この数年後まで残ってる人、一人だけですね。先輩を引退させる女、サミー。それ印象悪いよ。正直、新人王決定投票が4月でなかったら、サミーさんの圧勝だっただろうな。次の日は、場外案件で、スチュワーデスのような清楚さを披露です。美しき執着披露したばかりなのに、もう新しいダンス。一体いつ練習してるん？昨日と一昨日は試合があったので、2日から5日までの間ですね。練習だけじゃなくて、ダンスを考える時間とかもあるわけだからな。ダンスを素早く覚える能力も、チアには欠かせません。2回目の美しき執着披露です。相変わらずこの曲はレベル高いな。ここに注目してください。数歩ですごい移動したな。フォーメーションチェンジの時、いつもサミーさんは、最長距離を移動します。やっぱり一番大変なところは、サミーさんが任せられるんだな。おなじみの曲の、ボンボンバージョンです。あ、着替えてる。さっきの衣装は美しき執着専用なんだな。
巧妙な動きももう完璧だな。Hello， 大家好，我是短金，粉丝团ファッションシスターズでパソコン機器の案件です。是 XF2017年正妹年历，我是3月女孩，延续了 Master Case 的设计元素，外形一样也是相当简约耐看。XF 举办的台中网剧，到时候见哦。Hello， 大家好，我是君君，很高兴今天能够来こういうのはチュンチュンの方が得意そうだな。商品宣伝は苦手と言ってましたが、実際、最初から結構うまかったですからね。Hello， 大家好，我是无名正妹君君。现在我们所在的位置是雅虎3C 家电，当然是到我们的华硕电脑啊。想要买最轻薄又效能好的笔电，来到华硕就对喽。无名正妹君君在雅虎3C 家電等你哦。この日は、南高金融中心園での応援です。台湾シリーズに出場したのかな。毎度思うんだが、どうして球場じゃなくてこっちで応援するんだ。台湾シリーズとなれば、相手チアもいます。それに一番人気は、チア前席です。チケットが取れない人もいます。だったらいっそ、チアと一緒に応援できるイベントの方が、嬉しいですよね。アジアチャンピオンシップ2023でも、チア前の席は抽選になるほど人気だったもんな。チアと一緒に応援したい人にとっては、球場である必要はないし、こっちはトークとかもあって、ファンには嬉しそうだ。总冠军的精神口号是什么呢？但觉得等一下一定会逆转，耶！10月29日、3度目の美しき終着披露です。相変わらずこの曲はレベル高いね。サミーさんだけが目立つこともないですね。とはいえ、難しい最後の方は、サミーさんセンターです。チュンチュンたち間違えた。ほら、こういうことがありますからね。残念ながらこの年、中心兄弟は、優勝できずシーズンオフを迎えます。まあ、来シーズンに期待だな。Joichi Gatsu。あれ、チュンチュンとサミーさんの背丈が一緒に見える。サミーさんの腕に、チュンチュンが腕を絡ませてますよ。ああ、心がぴょんぴょんするんじゃー。こちらは感謝祭の会場前です。新人はサミーさんだけ出演です。もうサミーさんは欠かせない存在だな。シーズンオフに入ると、バラエティに出演します。以前、キューティーサミーユニバースで紹介してた番組だな。黒が似合ってるやつ。バラエティに出たのは、これが初めてかもですね。ノヤさんとは友情出演だな。就这样，好，预备，开始。噔噔噔噔噔，一颗，慢慢来，要3个位置哦，不要硬塞2颗，2颗，噔噔，3颗，第3颗，对，很快哎。几颗啦？第4颗，
第4颗，第5颗，要极致哦！加油，豆芽，台北京啊！第几了？第几了？不知道为什么豆芽不要讲话，不要讲。第5了吗？豆芽看起来很恶心。你第几了？你第5了吗？第7了，豆芽第7了。再2颗，再2颗。你先不要塞，第8了对，先让他塞。你8先 hold 着，你5了吗？豆芽さん、結構いくな。5就好了，1颗都不行了，再1颗，1颗都不行了，再1颗都不行了。好，卫生纸给你，短期5颗而已。对啊，再塞，因为他很强啦。来啊！你现在第8嘛，这第几？第9。バラエティーだと普段見れないいろんな表情とか見れていいよな。你给镜头看，豆芽，你给镜头看。ちなみにこの番組、別日にチュンチュンも出演してます。え、マジか。圆圆好像就是明显很不会跳。对。东西要来。1年目から顔面パイされてたんだな。お願いします。この中で一番好みの相手を決めます。是铁板烧，所以我决定。耶耶耶！我跟你讲中了，我就 sorry， 我要出门。我比较喜欢高一点。那我跟你讲，但我都没得选啦。チュンチュン、一択しか残ってないな。牵着我的手，带你去遨游。我要走了，拜拜。我要自己去吃饭。まだこの頃は、氷山娘は健在だったんだな。経歴的には、チュンチュンが一番バラエティ慣れしてます。Junigatsu。シティスターという企業の案件です。観客とめっちゃ近いやつだ。実際、観客を殴ってしまうことがたまにあるそうです。あの動きのキレだと、なかなかの威力だぞ。殴られても、近くで見る価値はありますよ。狭いところで踊るのも慣れてるからな。このショーも動画がいっぱいあって、金子たちを虜にしたようです。これだけダンススキルのある人が狭いステージばかりで踊ってるのももったいない気がするな。それですよ。なんだよ。無言にならないでくれませんか。いや、私はダンスに見惚れてただけなんだぜ。この年の大晦日、サミーさんにふさわしい舞台が用意されます。何？それこそがこの、2017ヤング大中です。大晦日の夕方から年越しまで、有名アーティストたちが歌って過ごし、皆で新年を迎えるイベントです。紅白歌合戦みたいなもんか。この日は会場に、8万人が集まりました。台湾の人口って日本の5分の1とかだから、日本で言えば40万人くらい集まったのか。そのバックダンサーとして、サミーさんが出演します。おう。歌ってるのはチェンモンチェンという女優さんで、日本だと大塚愛みたいな位置の人ですかね。我らがサミーさんが大観衆の前で踊ってるぞ。なんだか誇らしいですね。大家一起。那下一首歌叫做《爱天空幻象》。寒暖後、2曲目披露です。ちなみに、練習風景の動画もありますよ。
子をかぶってるのがサミーさんです。8万人の前で踊るサミーさんもかっこいいけど、練習風景もかっこいいよな。そしてこの場所、見覚えありませんか？この高架橋とか、アーチとか。あ、ここ、インターコンチネンタルスタジアムか。東京ドームでコンサートするような感じなんだな。そして、ここで司会を務めているのが、あ、偉いにゃーの、キッドさんじゃないか。北拜鸟。北拜鸟。キッドさんとは、日本で言えば、TOKIOの山口クラスの国民的俳優です。山口で例えるなよ。Nisenju Anana Nichigatsu。ファッションシスターズ新年最初のお仕事は、場外案件です。別の場所で、チュンチュンもやってる案件だな。美しき執着の衣装が解禁されてますね。そして、サミーさんの親友、ドヤさんが、ファッションシスターズからフーボンエンジェルスに移籍してしまいます。せっかく親友と同じ職場になれたのに移籍しちゃったのか。ファッションシスターズ新メンバー、公開オーディションが行われます。この子なんて可愛いな。アイドルオーディションとか、絶対受かりそうだ。チアリーダーは、アイドルとは選考基準が違うのですよ。じゃあ、この子は受からなかったのか。ちなみに、松崎優さんという日本人女性も参加しています。中国
語ができて、ダンスもできる日本人なんて珍しいな。しかし、残念ながら落選しています。テーブルマナーゴルフみたいに厳しいぜ。2滴飛んでます。失格です。厳しい選考をクリアしたのは6名です。例えばカティさんは、2008年からチアをしているベテラン。2014年までパッションシスターズに所属していた復帰組です。そして、国立台湾芸術大学舞踊科出身の小安さん、2011年からチアをしている、これまたベテランです。ペギーさんも2014年からチアをしており、この選考会で最も人気がありました。他の新人もほぼチア経験者です。つまり2017年はダンス力が強化されたんだな。サミーさん一強状態でしたので、その影響かもしれませんね。チュンチュン、この年にオーディション受けてなくてよかったな。ダンス未経験者も採用された2016年は、相当特殊だったのでしょうね。ちなみに現在のパッションシスターズは、正統派実力主義というスタイルであり、元ユニガールズリーダーのニコルちゃん。元アジ全流で、国立台北芸術大学院、舞踊研究修士号の君城さん。台湾ミス台湾、マンロンちゃんなど、非常にハイレベルなメンバー構成です。サミーさんの影響で実力派路線になって、その方向性が固まったのが2017年なのかな。ちなみに、この2014年のサミーさんですが、隣で踊ってるのが小安さんです。マジか。2017年より前に、もう仕事仲間だったんだな。さらに、カティさんも同じ案件を、チームとして行っています。以前からの顔なじみばかりだな。ドヤさんの例もありますし、台湾ショーガールは、実力者ほど顔を合わせる機会が増えるのかもしれませんね。ピラミッド構造みたいに。そのショーガール文化の頂点が、チアリーダーというわけだな。ショーガール文化のない日本とは、土台からしてレベチなのです。チュンチュンもそうだけど、女優兼チアなんて人もいるもんな。けど、この2017年では、まだチアもそこまでの地位じゃないだろ？はい。今後のチュンチュンやサミーさんたちの活躍で、そうなっていくのです。さあ、黄色の衣装に包まれ、新生パッションシスターズ始動です。去年よりレベル高くなってるな。チュンチュンたち3期生も成長してますからね。でもこれだけの人数になると、サミーさんを追うのが難しくなってくるな。そして最大の変化、選手応援ダンスの初導入です。ちょっと待て、今、初導入って言ったか？言いましたよ。いやいや、2016年も応援ダンスしてただろ。2016年は、中条前や割れ口割れ合いにはあっても、選手の応援は、メガホンなどで音頭を取るにとどまっていました。台湾チアの花である応援ダンスも、意外と最近導入されたんだな。以前は、目の前で可愛いチアが見られる、という反響だったのが、2016年をきっかけに、目の前で可愛いチアの、ダンスを見られる、という反響に変わったのでしょう。2016年をきっかけに変化って、それってつまり、サミーさんのダンスがすごかったからじゃないか？はい。サミーさんが見せる高度なダンスが、台湾チアに革命をもたらしたと言っても過言ではありません。She got soon。エイプリルフールの会場前です。
さんが映る頻度は減ったけど、やっぱり全体としては、去年よりいい感じだ。実は、いいことばかりではないんです。特にサミーさんにとっては。どういうことだ？それを解説するために、まず、サミーさんの弱点を解説しておきます。サミーさんに弱点なんてあるのか？弱点1、簡単すぎる応援ダンス。2016年のダンスは、主に会場前と中場前のみで、そこでは高度なパフォーマンスを見せていました。一方、新しく導入された応援ダンスは、観客も真似できるよう、簡単に作られています。なら、サミーさんには特に簡単じゃないか？簡単イコール得意、ということにはならないんです。自転車なんかもある程度スピード出さないと、フラフラするじゃないですか。誰も真似できないダンスを踊ってきたサミーさんにとって、誰もが真似できるダンスとは、塩梅が難しいのか。チュンチュンなんかは、ひたすら頑張ればいいので、逆にシンプルだったりします。以前の動画でもそんなこと言ってたな。エイプリルフールと同じ会場前です。会場前は相変わらず、高度だな。とはいえ、応援ダンスの比率の方が、圧倒的に高いですからね。会場前や中場前は5分以下だけど、応援ダンスは何時間も踊るもんな。会場前や中場前を得意とするサミーさんにとって、苦手なものがメインになったと言えますね。なら、もういっそ、応援ダンスもキレキレに踊ればいいじゃないか。こちらの場外案件のようにですか？そうそう、前も紹介してたけど、このダンスかっこいいよな。ブブー、前に紹介したのは2017年4月22日、こちらは4月21日のダンスです。ああ、そうかよ。っていうか、フーボンエンジェルスに移籍したドヤさんがいるな。場外案件では2017年も、チームメイトです。やっぱり、応援ダンス
もこうやってキレキレに踊れば、サミーさんも塩梅とか気にする必要なくなるんじゃないか？そこで、次の弱点です。弱点2、持久力。応援ダンスは簡単といえど、何時間も行う、いわばマラソンです。このキレキレ具合が、9回裏まで続くと思いますか？それは無理だな。ダンスおじさんこと小白氏が巡回するのも、疲れたメンバーがサボらないようにするためかもしれません。Go Gatsu. グラウンド整備中。通称、飛行機ダンスです。あ、飛行機だ。シャオランシャー。カポー。これは、あれじゃないか。ここに上がる。応援ダンスです。やっぱり応援ダンスあると盛り上がるな。この頃の SNS の動画です。すっぴんなのに可愛いな。5月20日の中条舞です。中条舞は相変わらずだな。こちらもグラウンド整備時間です。グラウンド整備っていつやるんだ？通常、3回、5回、7回に行われます。これは多分、7回のグラウンド整備ですね。何気に、このダンスおじさんこと小白氏とが一番息が合ってるよな。ダンスのお兄さんとお姉さんって感じで、いいですよね。
こちらは8回裏の応援動画です。8回裏だけでも10分間踊りっぱなしです。会場前に始まり、さっきの中場前やグラウンド整備、応援ダンスなどを経て、8回でなおこの動きができるのはすごいな。10分は長いので、早送りします。今ので5分くらい経ったのか？あ、さすがに疲れてる様子だ。マラソンランナーって、背の低い人が多いじゃないですか。体が小さい方がスタミナが持つんです。一方、背の高いサミーさんは、スタミナを多く消費します。サミーさんはマラソンタイプじゃなくて、スプリンタータイプなのか。5分弱の激しいダンスに慣れていても、長時間踊り続けることは、高身長にはハンデなのです。サミーさんがチアで一番背が高いのも、それがチアをできる限界なんだな。サミーさんは場外案件も合わせ、チーム一体を酷使しています。それが毎日、毎月、毎年と、疲れが溜まっていくとどうなると思いますか？どうなるんだ？弱点3、故障率。統計的に、背の高い人は故障率が高いのです。特に疲労が蓄積している時ほど、怪我しやすいんです。実際、怪我しちゃったことはあるのか？ほとんどないですね。それも逆にすごいな。本来、チーム一故障率が高い体型なのに、自己管理が上手なのでしょう。さすがプロだな。Rokugatsu。場外案件です。ビール会社のイベントだな。司会の人はなんて言ったんだ？わあ、あのサミーという人は、ダンスが上手くて巨乳ですね。あいやー、と言っています。へえ、そんなこと言ってたんだな。嘘だ！Via the Passion Sisters。
ファッションシスターズでニュースに出演です。啦啦队 Passion Sisters 的成员西西在镜头前展现自学德文的成果，173公分的短筋和号称160的阿丹站在一起，就形成球场边的最萌身高差。那个球场上就是会比较看得清楚一点。We were staying in Paris to get away from your parents. You look so proud, standing there with a frown and a cigarette, posting pictures. 球場前です。ちゃっかりチュンチュン。しかし、だいぶ髪が伸びたな。その伸びた髪を、うわ、バッサリ。長めのハマーンみたいになったな。綺麗な髪が。そして、その髪色も。おお、真っ黒。この頃から、しばらく黒髪です。黒髪のサミーさんが見れるのは、この時期だけなんだよな。踊りやすそうだ。同じ日の中場前です。黒髪だとダンスの雰囲気も変わって見えるな。ファッションシスターズでバラエティ番組に出演です。大家好，我是胆金。因为长得像那个韩剧《大长今》的李英爱。Hello， 大家好，我是圈圈。チュンチュン、この頃はメイクが濃いんだよな。不要害怕，短金吗？短金。短金来说。おなじみの、お腹で風船を早く割った方が解答権を得るゲームです。台湾は、体力と知力を同時に競う番組が多いんだ。你有機會來。A 跟 C 選一個。短金。A 洋基。洋基沒有。結局、相手のサミーさんも3択を外します。柱子借我撞。來，君続いてチュンチュンです。好，小柱。脇で割る。下面呢 A 半干 B 九成干 C 完全干。スタートです。以下请作さすが近距離パワータイプだぜ。あれ、足と脇で挟んで割ってないか？
チュンチュンは、グレーゾーンの裏技を見つけるのが得意なのです。告訴大家，抽到几分干 ？B 是9分干呢。9成干，对，恭喜答对。問題も一発正解です。大学院出てて、チアもやってるから、チュンチュン、これ系の競技に強いんだよな。場外案件です。全身の映像もどうぞ。幼い容姿も相まって、まるで女子中学生みたいだな。Let's get the dance started. ちなみにこれ、午前の部と午後の部で、別々のダンスです。一つのダンスを別角度から撮ったんじゃないのか？ほら、後ろの観客も別人でしょ。サミーさんは同じダンスを2回踊っても、全く同じになるんです。機械並みの精度じゃないか。完璧になるまで練習して、毎回完璧に踊ってなきゃできない芸当だ。最上米や中上米もどんどん新しくなっていく中、場外案件にもこれだけ対応しちゃうのか。対応しちゃうんです。次の曲についても。こちらは2017年軍曲、シャイニングスターの練習風景です。あれ、サミーさんがチュンチュンみたいに、周りをお手本にしてるぞ。メンバーもスケジュールの違いがあるので、サミーさんは後から合流したのだと思われます。いくらサミーさんでも、色々ダンスしすぎなんじゃないか？本番大丈夫か？それは後々、実際に確かめてみましょう。Hello， 大家好，我们是さらに、練習の合間にインタビューにも答えています。練習中も忙しいな。青春活力。那今年的话是属于就是比较 disco， 然后也希望。好像看到大家很认真，我觉得很开心。Passion Sisters 全新单曲，等你们チャンステーマです。あ、なんか見慣れた光景になってきたな。
8月6日。この日は会場前から始まり、やたらと動画多いです。夏休みだからな。時期が経つほどチームワークが良くなっていきますね。相変わらず一番長い距離移動してる。好多热情挑战是我们的 Passion Sisters。あ、カノンだ。この頃から始まったようですね。マレフチバリアイニーも決めてるぜ。男にはできないポーズ。これは知ってる曲だ。現在でも踊られてる曲ですね。再びチャンステーマです。これ、お台場に来た時にも披露してたよな。伝統の曲なんだな。兄弟！
長身でスタミナないって言ってた割に、まだまだキレキレだぞ。まだまだ、試合はこれからですよ。7回裏、6対7でリードされてのチャンスです。観客の熱気も最高潮だな。そして、なんとこの回、チャンステーマが6分以上も続きます。そんなに続くのか。ということで、30倍速です。さすがに疲れが見えてきたな。ところがギッチョン、次の8回裏にも満塁のチャンスが訪れます。マジか。でも、真夏の8月6日、8回裏、長身というスタミナハンデを抱えながらも、7回よりもエネルギッシュだな。チャンスの時に盛り上げるのが、チアリーダーの仕事ですからね。シリーズプロチアリーダー、だな。これはまだまだ続きそうだな。水風船を当てるイベントです。一歩進んで。やっぱりサミーさん、濃厚だな。サミーさんは、ダンス以外の運動はからっきしなのです。近づきすぎだろ。観客の人がやると、観客の方がコントロールいいぞ。最後は自分も濡れてしまいます。これが後の、陵水祭の始まりであった。こちらは塁移動中、とても感動的な場面です。あの子たちはサミーさんに憧れてるんだな。きっと未来のチアリーダーですね。さて、例のシャイニングスターのお披露目です。おう、ついに来たか。でも飛ばします。なんでだよ。サミーさんがよく見えない動画だったもので、ちゃんと踊れたのか気になるな。この日は、台北ユニバーシアードスポーツカーニバルというイベントに出演します。この日のサミーさん、綺麗だよな。
このイベントでは、ダンスパフォーマンスに加え、アシスタントガールとして、様々な競技に参加しています。是投的人技术不好，还是接的人技术不好呢？开始，不能弹出来哦，弹出来的话，女孩要回去捡哦，要捡哦，要捡哦。哎呀，好难哦！哇，恭喜！哎，等一下，来第二组，刚刚是谁？一緒に競技をして写真まで撮れるのか羨ましいな。なあ、このショートパンツってみんなサイズ一緒だよな。そうだと思いますけど。ってことは一人だけきつそうなサミーさんって実は巨乳だけでなく隠れ巨人。こちらはサッカーでのビリヤードです。楽しそうなゲームだな。サミーさんのキックです。あのサミーさんなんだから、そりゃあサッカーだってめちゃくちゃうまい。外れ。一样是自由球，对。再びサミーさんのキックです。あのサミーさんなんだから、そりゃあサッカーだって。そして、観客の女の子が蹴ると。好，来，刚刚妹妹有踢进一球哦。对，我们再看看她。簡単に入れちゃうっていう。继续。この後、ヘディングで行うバレーをしましたが、サミーさんの出番はありませんでした。さっきのグダグダキックで、球技の見込みないってバレちゃったんだな。次の日はファンミーティングです。忙しいな。これは何してるんだ？去年踊ったダンスを、今でも踊れるかテストしてるのです。さすがサミーさん、完璧に覚えてるな。こんなにダンスができるのに、なぜ球技はダメなのか。こちらは応援ダンスの練習会です。聞いたことあるような、ないような。あれ？これ？オパオパしようだ。コート整備です。サミーさんのダンスを見ながら待つ贅沢なコート整備タイムか。3回っぽいですね。チュンチュンの隣で、じゃがりこ棒よダンスです。
れってこの時期しかやってないから、何気に幻のダンスだよな。いつの間にか、チュンチュンも笑顔になれて、楽しそうだ。三振です。このアウトのダンスは今でもやってるよな。しかし、この日の試合終了時、サミーさんにある事件が起こります。なんだ？このすれ違った男性が、サミーさんの胸を触ったかどうか、一時期話題になったんです。確かに事故にも見えるし、そう装ったようにも見えるな。人気が出るほど、こういう危険も高くなっていくんだな。現在では、この観客席を通るシステムはなくなっています。ご存知、陸軍特殊部隊とのコラボです。こうやって見ると、チュンチュンの成長も著しいな。この日は肩紐ユニフォームです。この衣装は人気高い。古代ギリシアを彷彿とさせる、セクシーな衣装です。セクシーな衣装でも健全に見える。これが本物のチアリーダーだな。台湾最强！あ、知ってる曲だ。このオーマイバディは人気が高いです。なんでだ？ここです。なるほど、人気出るだけだ。
さんはほんとエネルギッシュだな。見た目だけでなく、磨かれたスキルと精神性があるからこそ、セクシーな衣装も健全に見えるのです。ああ、まんじゅうの言う通りだね。セクシーな衣装なのに健全に見えるチアリーダーをセクシーに見るのが私たちだぜ。ただの最低じゃん。この日はお団子頭でお嬢様のようないでたちです。黒髪の時は女子中学生みたいだったのに、今度は高飛車感が出てるな。ダンスも心なしかしとやかだな。この曲はサミーさんの代表的な曲です。そういえばサミーさんの一番再生数が高い動画もこの曲だったな。ちなみに昨日8月25日のギリシア衣装と今日の8月26日はアップロードされてる動画数がとても多いです。みんなついつい撮影しちゃう美しさだったんだな。8回裏チャージ。熱く、厳しい時間帯。上半身をべっとりと濡らし、長い首を伝う、滝のような汗。腕を振るたび襲うのは、重い重い、乳酸地獄。スタミナの続かぬ長身だろうと、笑顔と、お嬢様のいでたちは崩さない。さあサミーさん、このまま8回裏ステージをクリアできるか。サスケじゃねえから。徐々に二の腕に乳酸が高まってきます。ここで落ちてしまった。9回表。疲労は完全にピーク。全身をこれでもかと襲う乳酸に抗いながらも、しかし笑顔は崩さぬ満面スマイル。限界まで疲弊しようとも、それでも彼女は美しい。美と根性を兼ね備えしプロダンサー、女神、サミー。頑張れ。もう少しで、ファイナルステージ進出なるか。だからサスケじゃねえから。はい、ドキドキしたんですが。体力的にもその乳酸がものすごい溜まってきて、そこでちょっと限界かなと思ったんだけど、もう一度頭を冷静に判断して、はい、やりました。次の日。今日のサミーさんはギャルっぽい感じだな。1日経っただけで、すっかり動きが良くなりましたね。負けやすい体だけど、回復力は高いのかな。なんて思ってると襲ってくる、9回裏の乳酸地獄です。終盤の動画が多いな。仕事帰りなどの撮影が多いのかも。仕事帰りにサミーさんを見れるなんて、毎日幸せだな。それにしても、どんなに辛くても、絶対辛そうな顔見せないし、ポーズも綺麗だ。
そういう姿を見せてくれるからこそ、応援したくなるんですよね。これはパワフルな動きができないから、せめてゆっくり綺麗に踊ってるのかな。本当は腕を上げるのも辛いのかもですね。3日後の8月30日です。これも動きでわかるぞ。8回か9回だな。再び全身を襲う乳酸地獄です。乳酸は疲労物質じゃなくて、疲労回復物質だけどな。けど、本当に倒れちゃったりしないか心配だな。このゆっくりな動きを、よく覚えておいてください。次の日、8月最後はチュンチュンと同じルーです。昨日と動きがまるで違うぜ。中上前はキレキレですよ。むしろ、中上前がキレキレだから、終盤勝てるんじゃないか？でも手を抜くのは、サミーさんのプライドが許さないでしょう？私たちも、キレキレのサミーさん、見たいもんな。チュンチュンも頑張ってるな。隣にチュンチュンが来ると、心なしか、優しい動きになるな。合わせてあげてるのかもですね。こちらは、今日歌詞というところの、16周年イベントです。死から案件来るって、社会的に信用されてるんだな。でも、案件の割には、少し控えめな気がするな。今日は3曲踊ることもありますが、まあ、トグロ 60% くらいですかね。なんだその、トグロ何%ってのは。これが、60% ってとこかな。60% すげえ。本気を出すのはここくらいです。おう、今のさすがって感じの動きだな。サミーさんはこの時期から 100% で踊ることはほぼなくなります。え、なんでだ？弱点4、周りに合わせなければならない。2016年は、サミーさんを中心に据えればなんとかなりました。先輩2期生6人、新人3期生6人というシンプルな構成も、チームワークを作りやすかったのでしょう。けれど2017年は、2期生、3期生、4期生となり、ここのダンススキルもバラバラになったんです。バラバラなスキルを統一する必要が出てきたんだな。
どのように統一するかといえば、一番下手な誰かさんが、なんとかついていけるラインです。上手い人は下に合わせられても、下手な人は上に合わせられないからな。よって、最もダンススキルの高いサミーさんは、そのスキルを封印しなければなりません。せっかくすごいスキルがあるのに、目立たないようにしなきゃダメってことか？はい。チアリーダーは、チームワークが、ですから。そうなんだろうけど、それももったいなくないか？もちろんです。20年ダンスを頑張ってきた人が、そのスキルを発揮してはダメと言われるんですから。アイドルでも、ダンスが上手いメンバーが、周りに合わせて、フラストレーションを貯めるって、よくあるらしいぞ。私、アイドル番組作ってたから、詳しいんだぜ。しかし、そんなサミーさんにも、幸運な部分がありました。どんなことだ？それはおいおい見ていくとして、今はサミーさんのカノンを見ていきましょう。この衣装には、構造的欠陥があるな。はい。この衣装には、構造的欠陥があります。欠陥がある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 。だが、これでいい！同じ日、チュンチュンの隣でチュン4号です。豪快なチン4号だな。チュンチュンは腰はグイングインで、上半身は止まって見えるのが不思議です。次の日です。片側だけルーキーズみたいなスタイルだな。この曲は、今では見れない曲ですね。結構好きなんだけどな。最後早え。飛行機ダンスです。途中でチュンチュンと目が合うやつだな。目が合うってことは、やっぱり周りに合わせるために見てるのかな。この頃から、サミーさんとチュンチュンを合わせる試みが始まってたのかもですね。さあ、辺りは暗くなってまいりました。サミーさんには厳しい時間帯だな。相も変わらず、このすらりと長い体を襲う、乳酸地獄。それもいいよ。隣の夏希さんはまだまだ元気みたいですね。でも、相変わらず笑顔で疲れを感じさせないな。あ、日本語だ。次の日、チャンステーマです。お、動きいいな。
腰の動きと、足を上げた時の高さで、残り体力がわかりますね。一番動かすのきつい部分だからな。あ、待ててる。終盤はチュンチュンの方が動きいいという。そこに現れた、引率役の人。元気がないサミーさんを、巡回に来たか。こうやって、元気のないメンバーを笑顔に変えるのが、引率役の仕事ですね。縁の下の力持ちとして、支えてるんだな。9月23日、サミーさんの誕生日です。おめでとうだぜ。グラビア撮影中のサプライズみたいだな。いつも頑張ってる人だから、心から祝ってあげたくなりますね。ところで、何歳の誕生日だ？ 26歳です。26歳で、もうベテラン以上のキャリアだもんな。日本なら、まだまだ新社会人ですからね。そういえば、現在のサミーさんの背番号って23なんだよな。今後、23は、サミーさんにとって、特別な数字となっていきます。それはまた後のお話ですが。9月29日、この日は試合前から特訓です。それにしても、細い腕だな。あんまりやると、試合前にバテちゃうぞ。お待たせしました。シャイニングスターの、映りがいい動画です。練習時は遅れを取ってたサミーさん、本番はいかに？さすが、完全にマスターしてるな。余裕の最前列だ。そりゃあサミーさんですから。それにしてもこの動画、綺麗に撮れてるな。実はこれ、ペギーさんファンによる、ペギー追奨版なんです。サミーさんの追奨版動画は見つからなかったのか？はい。ということで、ここでフレームアウトです。コート整備です。でかな、サミーさんのダンスを鑑賞しながら待つ、贅沢な時間。
7回裏です。サミーさんの乳酸はどうだ？まだまだ動きいいな。花火が打ち上がりました。試合は7対5で迎えたワンアウト一塁、ここでリードを広げたい中心兄弟。ピッチャー、投げた。あっと、これはダブルプレイでチェンジ。同時に台湾チア界の舞姫、サミー、7回裏をクリアです。チアとして分かってほしいけど、攻めが長いと辛いジレンマがあるんだな。7回が終わり、コート整備です。攻撃が終わっても、休む間もないんだな。9月30日、オープニングカノンです。今日は勝てるかな。一歩一歩が大きいな。この後ろの手がこっち側から見えるって相当体ひねってるよな。簡単に踊って見えて、こういうところが綺麗ですね。ネクストバッター、陳志豪。お、来たか。ヒットです。珍しいな。次は、プロトタイプオパオパ仕様です。ふむ。
ヒットを打ったようです。あ、そう。次は聞いたことあるような、ないような曲です。代打かもしれないな。初球ヒットで得点が入りました。なるほど、こういう流れなんだな。お、これは綺麗な動画だな。綺麗に撮れてます。いいな。やっぱり、一流のエンターテイナーは、一流の撮影技術で撮ってほしいよな。動画が綺麗というだけで、テンション上がりますよね。綺麗な人の、綺麗な映像、そしてダンス、最高だぜ。お胸がバネ前してるところも、よく映っていて、テンション上がりますよね。どさくさに紛れて何言ってんだお前。有你真好的主题日 Kisscan 的活动。これはいいポリコレ。出ました。私が一番好きな中条米です。これは、封印されしスキルを解放した瞬間だな。舞姫の異名にふさわしいダンスです。髪型は普通のおさげなのに、こんなプロのダンスされたら、誰でも惚れちゃうぜ。しかしこの後、8回裏では、燃え尽きてる。ゆっくりでも綺麗に踊るので、大丈夫ですよ。確かにおしとやかに見えるな。そして、こちらでは泣いてしまっています。どうしたんだ？多分、優勝不可能が決まってしまったのではないでしょうか。なるほど。
凯蒂都已经讲了5个人了，6个人了，眼泪要先收一下了哈，要稍微收一下，都讲那么多人，来凯蒂。10月4日、今年最後の飛行機ダンスです。寂しいけど、やっぱり綺麗だな。热情掌声鼓励，谢谢 Passion Sister， 谢谢。今年最後だけにいつにも増してパワフルだ。伝説のダンス勝負です。チュンチュン、なんて言ってるのかな？相手しない方がいいよ、とか言ってそうですね。サミーさんのターン。ファングオン。リバース。すごいの決まりました。もうやめて。ダンスおじさんのライフはゼロよ。等一下，我还没有对我爸妈有一个交代，不好意思啊。小白氏の降参により、サミーさんの勝利です。ダンスおじさんのダンス歴も気になるな。ダンスバトル後の、チュンチュンのチンシゴーも見てみましょう。これも8回か？サミーさんよりスタミナ持ってるな。この頃のチュンチュンも、人気出てきてますからね。もう、兄弟を弾ませる準備はできています。兄弟をはらませる準備ができてるのかな？弾ませるだよ。ということで、今期の球場動画は、この10月4日が最後となっております。シーズンが早く終わるのって、チア的にはどうなんだ？良くないです。シーズンオフ中は、お給料出ませんから。年俸制とかじゃないんだ。なので、オフ中の食いぶちは、自分で探さないといけないのです。ただでさえ給料安いのに、大変だな。应援曲，那更好的应援动作，希望呢，球迷朋友跟着我们还是一样继续加油到底，好不好？OK， 好，谢謝。最後の最後に、サミーさんとチュンチュンのツーショット見れたな。好，谢谢大家支持，那也谢谢我们的朱莉老师哦。OK， 好，我们要先一下准备一下，好，希望你。サミーさんはオフ中のお仕事として、ドヤさんも所属するダンスチーム、ビーバーガールズに加入します。このダンス PV を見た企業や商店街が、サミーさんたちに案件を出すわけだな。そう。サミーさんの幸運だった部分は、ここだったのです。台湾は日本と違って、イベントでダンスするショーがある文化が発展しています。そうか。サミーさんは、案件によっては、トグロ 100% で踊れる場があるんだな。それが、松井樹里奈とサミーさんを分けた、決定的さだったと言えるでしょう。日本だと、プロダンサーが活躍できる場所って、ほぼほぼないもんな。さらには11月は、ダンス番組に4週連続出演します。一発目は、この間の中条前のアレンジ版だな。
この番組には、パッションシスターズでも、ダンス志向の面々が出演しています。ベテランダンサーが増えたから、こういう番組も出られるようになったんだな。台湾は多くの番組がありますから、こういう、日本にはない、ダンス専門番組もあるわけです。ダンスを志す者にとって、台湾は、日本よりはるかに本場なんだな。てか、球場の時より、はるかに難易度上がってるな。ここではアドリブバトルをしています。サミーさんにぴったりの番組だな。2週目は、歌を絡めたダンス対決になっています。テレビで歌って踊ってると、チアリーダーとは思えないな。この番組で、初めてパッションシスターズを知った人も多かったかもしれませんね。爱我的请举手，爱我的请点点头，爱我的请举左手，左手，我爱的请举右手，爱我的说出口，爱我的请说出口，爱我就请说我好，有时候一次不足够。ちなみに、4チームの対抗戦となっており、勝てば金一封が贈られます。おう、チアの給料出ない冬だけに、賞金は取りに行きたいな。はい。チアの給料出ない冬だけに、サミーさんたちも気合入ってますよ。気合入りすぎて、若干惹かれてないか。その日の収録帰りです。何してるんだ？次回の練習ですよ。もう次の練習してるのか。さあ、練習の成果を見せるのです。是谁说我们只会跳舞？像话有什么用？那现在来让你们知道什么是老是真的溜。别说太多，给你1分钟，至少女生会舞中，直到你心中，给你们最难忘的梦。表演太聚光灯下，把身上的照亮，大家想要你们底片 TikTok， 边欢呼边照相，一迷恋，一次又一次光芒像流星般闪烁。跟着练习练习练习，到底有几个会懒惰？一个深深让你深陷，多看一眼，我是让你舍不得的鼻炎，舍不得的。3週目はラップバトルと、男子の前勝負です。男子の前来たこれ。もはやチアリーダーの面影が一つもないぜ。ここから安定しますから。よかった。あのままどうなるかと思ったぜ。ここに注目です。バットが転がっていく。
て、サミーさんの焦り具合ですよ。ガチで焦ってる。そして、何がしたいのかわからないフィニッシュとなりました。短金，你刚刚是在找东西对不对？有，刚刚是不是有人把我的球棒收起来了？サミーさんは誰かが蹴ったと主張してますが、完全に自分で蹴ってるんですよね。完全に自分で蹴ってたな。一定有人给我收走。哎，球棒它是会自己滚的，你知道吗？还是你12月。Hello， 大家好，我们是 Passion Sisters。4回目の練習風景です。4週別のダンスを踊るんだから、かなりのハードスケジュールだな。设计出令人惊艳的舞蹈风格，但是处于一个你说喂够吗？然而团员凯蒂却希望注重在情绪的呈现。5、6、7、8，好，往前走。ここで、カティさんが怪我をしてしまいます。大丈夫か？不安を抱えながらの本番です。あ、この衣装のサミーさん、綺麗だよな。どうやら、中華王朝の演劇のようですね。高級内での皇帝の成否争いかな。あ、贱人就是矫情，尽人工岂容你放肆！どうやら皇帝は、いじめられていた妃を正妃に選んだようです。さあ、現代楽曲と、伝統の古戦具を融合させた、斬新な試みです。これほんと、何気に斬新な試みだよな。我假心，任我假梦啊！最後、何があったんだ？皇后が、皇帝以上の権力を持ってしまったのでしょう。多分。そうそう殿。我々は早がてにしたようですぞ。召使いたちは、このイノシシを料理しようとしたのでは。やってしまった以上、どうにもならない。行くぞ。やってしまった以上4週目の2曲目は、手品を取り入れたダンスです。いや、今の何だったんだよ。そんなことより、これですよ。おう、手を使わずに Y 字開脚したぞ。そしてこの曲、聞き覚えありませんか？あっとミリタリ追求権。
さらに、今夜は月が綺麗ですねです。前にも紹介してたシーンだな。さあ、4週連続のダンス出演が終わりました。ちなみにサミーさんたちの4週それぞれの順位は、4位、3位、4位、4位でした。ダメじゃん。12月後半には、休暇で日本に旅行しています。なんか向こうにもあるよ。あのサミーさんが日本に来てたなんてな。ピンクの着物もよく似合ってる。サミーさんは何着ても似合いますから。开箱吗？开箱文。先看，不用看详细，先看一下是脊还是胸比较重要。万一大胸怎么办？大胸就塞到对啊包包里。外星。噔噔噔噔噔噔。哦。司机，恭喜！耶！自己高兴。用力摇哦！啊，有了！怎么摇的？扔旁边好了，旁边亮一点地方。就近，上针扎，有没有中乐透？哦，小鸡，哎，小鸡还不错啊！哎，我上次还抽胸哎，你还想怎样？恭喜！12月末にはライブ配信しています。うわ、なんかめちゃくちゃ可愛いな。しかも、綺麗なだけじゃなく、あんなに美しいダンスまで。私が台湾住んでたら、全財産スパチャしてるとこだったよ。顔を寄せられると、ドキッとしてしまいますね。なんだまんじゅう、チュンチュンは孫なのに、サミーさんは違うのか。チュンチュンは孫ですけど、サミーさんは私が大人になったら結婚する近所のお姉さんです。現実に戻ろうな。打撃王決定戦した時のバッティングセンターですね。发生什么事？发生什么事？手机，你看到球再上来就要。相変わらず、切れた方は変わってないな。我觉得你要在前面一点呢。你等它掉到你差不多眼睛高度再挥就好了。砍击吗？慢点都用砍的。古いバッティングセンターあるある。ストライクゾーンに球が来ない。うちの近くのバッティングセンターなんて130キロコースでデッドボール来るぜ。坏了吧？应该是坏了吧？我手被坏了吗？こんな近くでツーショット撮れるなんて羨ましいな。日本のお台場で撮影会開かれたの、これから6年後ですからね。Bongai Hand
そして、2017年で唯一見つけられなかったのが、この番組です。去年も出てた番組だな。映像あるじゃないか。これは、ファンのまとめ動画にちらっと映ってたものです。番組自体のアーカイブがないんです。両つべでライブ配信していて、黒髪なので7月後半とわかってるのに、なぜかサミーさんの回だけ見当たらないんですよね。あ、チュンチュンも出てるな。チュンチュンは、2017年5月23日に出演しています。こっちはアーカイブがあるんですよね。チュンチュンの方はトーク中心の内容みたいだな。サミーさんの方は、椅子取りゲームとか、対決メインの内容のようです。この時期のサミーさん出演バラエティは少ないから、貴重だよな。はい。もし番組動画持ってる方がいたら、私のダイヤモンドドラゴンと交換してください。これは罰ゲームだな。割れないんかい。サミーさんが一生懸命フーフーしてる。はい。私もサミーさんがフーフーしてくれたラーメンを食べさせてほしいです。思いつくことがいちいちキモいな。さあ、2017年のサミーさんを総括していかがでしたか？20代中盤の女の子とは思えぬ一流の活躍を見たぜ。では、最後に、この動画は覚えてますでしょうか？これは、6月に出演したニュースだろ？はい、ここでサミーさんは、こんなことも言っていました。皆さん、今年一緒に、頑張れ言葉通り、激動の2017年を頑張ったな。サミーさんを見てると、我々も、頑張ろうと思えてきますね。ここまで見てくれた君は、チュンチュンサミーさんのファンなのだ。これから数回は2人の特集なので、チャンネル登録よろしくなのだ。ついでに高評価もポチってくれると嬉しいのだ。以上、流行りの枝豆がお送りしたのだ。だから済んだもん送ってんじゃねえよ。